皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸が送るスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい。今回シリーズとしてワールドカップ2026をはい。大総括ということで、あはい。の大会は大成功だったのか、大失敗だったのか、ということの第2回目です。1回目で日本代表のことを主に話していただきましたけれども、はい。2回目はインファンティーノ会長、は FIFA い。ですね、がトランプに寄り添ってやったこのこと、これはもう愚策だったんじゃないかと。いうふううん。に思うのを思い切り切っていただきたいと思います。ゲストには、サッカージャーナリストの大隅良樹さんと後藤武夫さんに来ていただいています。大隅さん、後藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いよろしくおします。願いしお願いしまます。す。私、メモでね、インファンティーノとトランプのやったこと、だーっとこう、腹の立つことをメモを書いていったら、もう、A41 枚がもう満杯になってしまうほどできてしまったんですけれども、大隅さんは、インファンティーノ会長とトランプのやったことで、一番腹立ったことは何ですか？いやいや、あの、僕はトランプに腹立ってないです。おー、でも電あの、話したこととかはいや、別に、そんなのはね、ええ日常茶飯事ですよ。ああ、サッカーのなるほど、なる世界で。ほど。はいはいはい。政治家が口挟んだり、なんか、個ああ、人的に意見言ったり、なるえほど。国王だとか、いろんな人がそういうことをやるのはね、え当たり前ですよ、そんな。えあ、なる彼らはサッカーの素人だし、はい。自分の力で何かできるんじゃないかと、もしかしたら思うのは、別に珍しいことじゃないと思いまあ、す。はいはいただ、はい。それを真に受けてというか、はい。ルールを曲げるようなFIFA の会長なんてありえないと思いうますね。ん。なるほどね。だから、問題は FIFA の問題であって、うん。アメリカとかトランプの問題ではないと思います。なるほど。それ、どうでしょうか。後藤さんはどう思われますか？うん。もう、とにかく、A4 の紙一枚になったと言いええ。ましたけども、僕はもっと紙を大きくしないといけないはい。と思いますね。とにかく、ただ、唯一いいことは、インファンティーノがいかにとんでもないやつかということがあからさまになって、ね、ヨーロッパ側は相当怒ってるらしいですから、もしかしたらはい。来年の会長選挙、面白いことになるかなって、その辺が唯一の、ポジティブな点ですね。なるほどね。ウェファの会長は非常に怒り心頭になったということで、ただソマリア人の審判の方、ウェファのヨーロッパ選手権の決勝で、審判使うということまで発表されたみたいですけれども、スーパーカップの決勝、さあ、ごめんなさい。そうです。スースーパーパーカップね。カップです。うん。はい。スーパーカップの決勝で起用するということを言われたそうですけれども、これどうなんでしょうね。入国が問題になったのは、大隅さん、これやっぱりアメリカの問題だったと言えるんじゃないですか？まあ、それはそうですね。ね言ってみれば、審判に選んでアポイントするってことは、あはい。の、各国の代表になったのと同じことですから、はい。それは、FIFA との契約上も多分、入れなきゃいけないことになってる、入れなきゃいけない。いけないと思ってるんですね。で、それうん。を入れないで済ましちゃったっていうのは、もちろん、困った問題ですけど、それはもしかしたら、それも FIFA の問題かもしれない。そうですね。インファン FIFA ティーノが会長受け入が、れたんだと思います。うん、インファンティーノが本当にね、ずる賢いやつはい。で頭が良かったとすれば、ソマリア人はそこで入れないと思いますよ、最初から。うん。ああ、なるアメリカがほどね。入国についていろいろ言い出しそうなのは分かってることじゃないでうすか。それん、をあそこでソマリア人をわざわざ入れて、ああいううん、問うん。題にしちゃったっていうのは、やっぱりちょっと、それほど頭良くないですね。なるほどね。そのくせ、入国が、拒否されたときに何も言わずに従ったっていうのも問題ですよね。そうまあ、大問題ですよ。もうスポーツね。大会で出場するチーム、なりなんにうん。対してね、入国拒否をするっていうのはもう、うん。
本当は開催権取り上げるべき問題ですよね。うん。そうですね。開催する、なんて言いますか、資格がないというような国であったということも、まあ見えたとは思うんですけれども、あの、え国じゃなくて政府。政府ですね。政府だ。なるほど。なるほど。うん。それとどうなんでしょう、大隅さん。決勝での、ハーフタイムショーは、これまでサッカーをずっと見てこられた方としてはどう思われましたですか？ いやー、まあ、シャキーラが良かったですけどね。あの、でもね、本当にルールに、ハーフタイムは15分以内って書いてあ15る。分で、はい、書いてありうん。ますね。で、それはまあ解釈で、ロッカールーム入ってから出るまで15分っていうような解釈もありますけど、はい。だけど、ルールに書いてあるものを簡単に曲げるっていうのは、あうん。の、まやっぱりその FIFA の、おまあ今の現在の FIFA が世界のサッカーをしっかりリードする資格はないっていうことですよね。うーまあ具体的ん。には会長の話ですけど。はい。うん。で、ハーフタイムショーというのは、準備に7分間で、ショーが12分間、それで、撤退するのに8分間で、合計27分間かかったそうで、ハーフタイムショー自体は12分だったというそう。ような言い訳を、どうですか？ショーを見てて楽えしみました？私ちょっと中途半端すぎるでしょ？いや、あれだけのも世界的なスター呼んできて、たった12分だか15分だか知らないけど、う、それってちょっともうちょっと見たいと思うじゃないですか、普通。いやー、私は正直言いますと、本当に正直言いますと、あの手の歌あんまり好きじゃないので、どうでもいいと思ってましたんで、マドンナどうでもいいが出てき、人にとっては、ハーフタイムっていうのは前半を振り返って後半どうなるかなっていろいろ、そ頭をう、巡らすのが本当のサッカーファンの過ごし方ですよね。そうですね。それであんなショーをやるのは、無駄です。それから、あれ、もしそういうショーが好きで、あのスターうん、たちを見たいと思ってる人たちにとっては、あまりにも短すぎるじゃないですか。まあ、そうでしょうね。それはだから、中途ハー半端でしたフタイムに、ね。サッカーのハーフタイムにああいうことを入れるっていうのは無理なんですよ。いや、無理です。27分かけてもあれですからね。そうですだから、ね。ショーをやりたいんなら試合前にやるとか、うん。90年のイタリア大会の時に三大テノールの三大テノール別カラカナのところでやりましたでよね。コンサートやりました。あれは前夜で、はい。決勝の前夜にやりましたよ。前夜ですね。たっぷり時間、確かあれ3時間ぐらいかけてやったと思いいや、ますけども。あれは2時間半ですね。まあ、たっぷり。それぐらいのね、時間をかカラカラけて、浴場で。せっかくね、あれだけの人たちを呼ぶんなら、それぐらいのショーをやった方がずっとマシじゃないかなと、僕は思いましたけどね。いや、ハーフタイム15分って決められて、その中はい。で、世界中がそれでサッカーやってるわけですよね。うん。で、選手たちもそういう時間の流れにはい。体が合ってるわけです。で、はい。あそこで、30分近く待たされるっていうのは、非常うん。に選手のコンディションにも関わるわけですし、う要するん。に、プレイヤーファースト、競技ファーストの原則に全く反してますよね。なるほど。僕が一つ提案があって、はい。次からハイドレーションブレイクを15分間にして、はい。第1回のハイドレーションブレイクで BTS を出して、ハーフが出して、後半のハイドレーションブレイクにマドンナ出して、っていうのがいいかなというふうに思いましたね。なるほど。なるほど。ハイドレーションブレイクはね、みんな、大会の最初の頃はもう1分くらいでみんな選手散ってたんですけど、レフェリーはい。がもう待てって言って、はい。きちっと最初ほら、レフェリーが待たないで3分経たないで始めちゃった試合やったじゃないですか。ああ、そうですか。あの、それからうんうん。すぐに う FIFA からおん。達しがあった感じじゃないですか。第4審判がタッチラインはい。のところにいて、時計を見なあ、がら、まだまはい、はい。だまだって言ってて、その脇にちゃんと、まあ、どっかの代理店の職員がいましたうん、けど、うん、だけど、面白かったのは、3分間にグラウンうん。ドの散水機が稼働して、グラウンドに水撒いてたんですよ。はい、はい、はい、で、はい、そうです。そうか、これは、芝生のハイドレーションブレイクだったあ、となるほど。いうふうに思いましたね。うん。なるほどね。ただ、あれなんかも、まあ、後藤さんも東京新聞でちょっとコメントをされてましたけども、コマーシャルタイムとしてはかなり有効に、そうそう。アメリカ、だから、あれを味を占めちゃったテレビ局はもう、はい、やらないっていう選択ないんじゃないですか。
そうでしょう日本のゾーン見ててね。も散々 CM 入りましたからね。そうですね。サッカー中継にはそれが必要かもそれからしれなく。もうそういうふうに、ならざるを得なくなっちゃうかもしれないですよね。うん。まあ、あ、それをやるんだったらもうルールをはっきり変えなきゃいけないよね。そうですね。45分の、前後半っていうんじゃなうくて、ん。前半の途中に3分間のブレイクを入れるっていうふうなルールをはい。入れてもいいっていう、少なくともそういうはまあ、ルールにして。例えば冬場うん。の寒い2月のチャンピオンズリーグの時はね、うん。ウォーはい。ミングアップブレイクっていうんですか、うん。たまる時間を作んなういといけないでん。すよ。なるほどね。アメリカのスポーツとヨーロッパのスポーツで、アメリカのスポーツには、休む時間が多いと。それはベースボールにしろ、アメリカンフットボールにしろ、バスケットボールにしろ、すべて休む時間が多いと。それに対して一番虫明アロムっていう作家の方が一番面白いことを言っておられるのは、ヨーロッパでは劇場文化が発達して、オペラとか演劇がきちんと存在していたから、スポーツはスポーツとしてやればよかったと。ところが、アメリカでは開拓民たちが劇場を作ることができなかったから、スポーツの中にドラマを見つけたと。だからスポーツの止まっている時にみんながドラマを考えると。まあ一番わかりやすく言うと、星飛雄馬が目から火花出すのが、あれがドラマなんですけれども、あれも止まってないといけないわけですね。そういうことを、虫明アルムさんが書いておられるので、アメリカはやっぱり試合止めたいみたいですね。でもヨーロッパは流したいという、それベースボールっていうのは、止まらざるを得ない、断らざるを得ない。はい。ルール的に。それそうです。からバスケットボールはそうじゃないですよね。で、バスケッバスケ、トボールは昔サッカーと同じ前後半戦だったのを、テレビ局の役割でクォーター制に変えたという止歴史。めるようにしたと。はい。はい。それはもう明らかに、放送の、局の CM を入れるためで間違いないです。で、ただ、歴史的に事実ですよ。サッカーとしてはやっぱりアメリカ的にこれから行かざるを得なくなったと言えますかね。今回のいや、きっかけで。全然アメリカは、今回はたまたまアメリカでやったんで、それを、はい。取り入れちゃったんだけども、次うん。からはそれをやめましょうという、ことでいいんじゃないですか。いや、アメリカはい。的に、アメリカに迎合したわけではなくて、うん。FIFA が、アメリカを口実にして、ああいうふうに変えただけうだと僕は思うんん。ですね。うん。で、それによってテレビ局からの要望を満足させて、うん。こんだけ高い金払えってう言えるようん。になったんじゃないかなって思います。なるほだから、ど。サッカーがアメリカナイズされるんじゃないかって危機感を持ってるはい。人がいますけど、はい。そうではなくて、やうん。はり一番大きな危機は、FIFA がとにかく金の亡者になって、はい。とにかく儲けることばっか考えた。大会収益が日本円にすれば2兆5000億円になるとはい。いうような、そんな大会をなぜ運営しなきゃいけないのか、うやらなきゃいん。けないのか。うん。それが、まあ、世界のサッカーファンを食い物にして、そういううふうにん。なってるわけですけど、うん。あの、なぜそういうふうにしなきゃいけないのか。なぜその FIFA がそんなに金の亡者にならはい。なきゃいけないのかってことは考えるべき問題だと思いますね。なるほど。でまあ、ダイナミックプライシングでね、はい。チケットが、高騰したのも、そのアメリカで、そういうシステムが発達してるからという口実で う FIFA は始ん。めたんだけど、ところが、そうですね。アメリカの司法当局から調査を受ける羽目にうん。陥っちゃったというね、とんでもない、論理の発展がありましたけど。うん、要するに、主催者がダフ屋をやっちゃったっていうような、その、そうですね。でね、さらうん、にひどい話を昨日聞いたんですけれども、はい。要するに、ダフィアがやったっていうのは公式リセールサイト、FIFA がやってるサイトで、はい。出店者が自由に値段をつけていい。はい。で、そこで、売り手買い手両方から15%の手数料をはい。取るというのをこれまで、ずっと非難してましたけども、そこはい。でチケットを売った人が、その売った代金を FIFA からもらえなくなってるらしいですよ、今。FIFA からおー。口座の問題があって振り込めないということをメールが来てるんだそうです。これは一人だけじおー。ゃなくて、相当大勢の人がそれを、そういう状態になってて、
もう、そうなるともう完全にこれ詐欺の世界です詐よ。欺ですね。本当ですね。アフィアじゃなくて、むしろ詐欺だと思いますよ。ああ、すごいな。でも、そこ、僕が聞いたのは、それは、すぐクレジットカードの、うん、振り込まれたっていうか、金マイナ、額によるらしいんですよ。なるほど。で、うん。要するにね、もともとチケットを購入した価はい。格ぐらいで出店した人はすぐもらえるらしいんですよ。なるほど。高い値段をつけて FIFA に高い15%を払った人は、うん。なぜか知らないけど、冷遇されてるんだそうです。レーグで、ス。でもそのさ、15%、15%はもう FIFA は取っちゃってるわけでしょ。取っちゃったんですよ。うん。うでもん。15%じゃなくて、ああ。100% FIFA がまだ持ってる。からどはあ。うなるか。それが、どこまで一般的な話かはい、ははい、はい、知りません。はい。たまたまその被害に遭った人にはい。話を聞いたんだけど、相当大勢の人がそういう目に遭ってるんだ。うん。ああ、相当うん、大勢の人がやっぱりそれで儲けようとしたんだね。うん。まあ、そうですうね。ん。まあ、まあ、でも、それもちょっと僕はね、どうかと思うけど、いやいや、本当に、今、じゃあもうちょっと具体的に申し上げますと、え昨日僕にその話をしてくれた人は、15%取られるから、買い値の20%上乗せしああ、て、それは論理的だわ。なるほどね。うん。特にそこでボロ儲けしたわけじゃないんです。ああ、まあ僕、それでも う FIFA ん、はお金を払ってくれないそうです。うん。なるほどね。ただ私は自分にダイナミックプライシングの話を聞いたとき、決勝に100万円以上も出して、どれだけ人が入るのかなって思ったら、それこそ全部の会場満員ぐらいで、それで平均するとダイナミックプライシングでだいたい10万円以上のチケット代が支払われていると。これよく切符売れたなと思うんですけれども、買う人はやっぱり10万円以上で、まあ日本からも行ってる人10万円以上だったっていうのを答えてる人いましたけれども、やっぱりそれでも行くものなんですね。後藤さあの、んね、うんどうですか？いや、うん。僕だったら払えませんね、そんなもん。いや、ただ、日本から行っちゃった人は、もう来ちゃった以上、う見ないん、わけにいかないから、なるほど。現地でも買ってましたね。そうなんですよ。行った人はね、もはい。う、チケット代のことはもう計算しないと。なるほど。そういうふうに言ってる人もたくさんいましたあ、よね。なるほど。うん。見た、払ったですね。もう払ってしそうですね。まったっていう感じだったんですね。で、まあ、ワールドカップってやっぱりそういう大会なんですよ。世界のサッカーファンにとって、はい。本当に夢の大会で、4年に1回の、はい。一生一度って思っていく人がたくうさんいるんですん。よ。なるほど。そういう人たちの気持ちをにじってるのが現在の FIFA ですよね。ああ、これそうですね。が世界のサッカーの統括組織のやることかっていうふうに思いますけど。なるほど。で、やっぱりそれはいくらワールドカップでもできない人がいっぱいいるわけですよ。はい。2万円のチケットなら買えるけども、はい。5万円じゃ無理だよねってういう。ん。決勝見たかったらもう15万じゃとても足りないですから。うん。うん。それはやっぱり、だから高いチケットはいくらあってもいいと思うんですよ。はい、はい。特別なチケットでね。これははい、はい。もう、もともと500万ですよ。それでもいいと思いますよ。だけど、ね、VIP 席のようなものは安いチね。ケットも、シャンパングラス一緒に傾けてね。はい。なるほどね。インファンティーノと握手してもらえるとかね、そういうチケットはい。があってもいいですよ。インファンでも、ティーノの顔を引っ叩くことができるチケットがあったらもっと嬉しいですよ。ねでも、だけど、そうじゃない。普通の、庶民でも手を出せる、そういうチケットも作んなきゃいけないですよ。そういうことですね。FIFA は最後60ドルのチケットっていうのを作ったんですよね。はい、はい、はい。だけどそれは本当にもう、もう、格好だけで、すごくうん。枚数が少なくて、う抽選ん。であっという間になくなるというようなやつでしたから、まあ、結局はもうやっぱり、試合見ようとしたら、高い、それこそ数十万円、一試合に数十万円を覚悟しなければならなういような状ん。況だったのは間違いないですよね。なるほどね。アメリカっていうのは、そのあたりの、なんと言いますか、スポーツに対するお金は、もっと安く見えるようにやっていたはずなのに、だいぶ変わりましたですね。というのは、野球なんかでしたら、私が初めてベースボールの取材でアメリカ行った時は、外野は50セントが1ドルで、私がワールドシリーズ初めて見に行った時に、ダフ屋からチケット買ったんですけれども、100ドルだって言うから、100ドルも払えないからって言って、いろいろ交渉したら、
$50になりましたもんね。その時に確か、円ドルが円ドルで言うと1ドルが100円ぐらいの時やったんですから、まあこんなもんかと思って入りましたけれども、アメリカの値段の上がり方っていうのは野球も含めて、ドジャースのチケットなんてもう高くって買えないですからね、もう。僕6月17日にロサンゼルスに着いてアメリはい。カに入国したんですね。ちょうどそはい。の日、大谷翔平がはい。登板する予定の日だっはい。たんです。それ見に行こうと思ってチケット調べたら、だいたい1万円、100ドル、1万円じゃないか、今のレートで言うとね。100ド1万ル6000円。前後、100ドル以内で買えるチケットがね、うん。一番てっぺんの席ですけどもありました。一番てっ僕はぺんでね。昔ワールドカップで随分ダフィアでチケットを買ったこともあるし、それからダはい。フィアとしてチケットを売ったこともあるんですけど、はい。リーズナブルでしたね。ああ。特に試合開始直後になって、ね、うん。崩れしてから買うとね、もう、そうそう値崩れすごくしますからね。安い。うん。例えばフランスワールドカップの時の準々決勝、ブラジはい。ルとチリってね、パリでやったんですけども、はい。記者席がもういっぱいで、とても入れそうもないんで、はい。慌てて外へ出て、ダフィア見つけてチケット買ったんですけども、まあ普通ね。の、まあこれなら普通の値段だなという感じでうん。買いましたね、当時はね。なるほどね。後藤さん、そこ普通。が素早いんですよ。動きが早かった、すごく。売った経験もあるんで、その辺はね。僕ら最後まで待ってて、やっぱりダメかって言って、テレビで見ました。ああ。私は長野オリンピックの時にダフ屋から、えらく安い値段だなと思って、アイスホッケーの試合に入ろうと思ったら、値段を言い合ってたら、相手の方が私のことをダフ屋だと思っていて、二人で値下げばっかりしていたという、バカなことを長野で経験したことありますけれども、つまらないことを喋ってしまいました。ということで、将来のワールドカップ、さてどうなっていくのかっていうのを第3回目に話していただきますが、今日いろいろ、インファンティーノの FIFA が、悪かったことを喋っていただきましたけれども、大最隅後に一ついいですか？はい、はい、どうぞ。僕、もうインファンティーノがもうどうしようもない、はい、大バカ者で、それで、サッカー界の頭に置いておくには、ふさわしくない人物なのははい、明らかだと思うんですけど、はい、来年のFIFA の会長選挙では、もうはい。すでに211票のうち200票以上を集めているという話なんですね。えそうです。ーもう支持を表明している協会が200以上あるっていうんです。インファンティーノが、はい。で、僕が知りたいのは、日本サッカー協会は彼を支持しているのか、うーん。その支持する理由は何なのかっていうことは、これから、ちゃんと聞いていこうと思ってます。その支持する理由は何なんですかね？200、で、まあ、211それはのうち。もうばらまきの補助金。ああ、なるほど。そのためにお金集めてるんじゃないですか。うん。なるほど。よくわかりました。非常に、福岡県議会ってどっちが、どっちが悪いかという。なるほどね。まあ、福岡県議会はまだ揉めてるそうですけれどいや、も、ばらまきの、あれはね、いろいろサッカーのためにって言って、理う由はつくんですん、よ。うん。なるほど。それはいいんですけど。うん。まあまあ、いろいろありますね。はい。はい、よくわかりました。さて、未来のワールドカップ、そして未来の日本代表はどうなるかっていうのを第3回目に、ゆっくり喋っていきたいと思います。今日は大変面白い話、ありがとうございました。大隅さん、小藤さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムのテーマは、次回の100周年大会、未来のワールドカップ、未来の日本代表大胆予測です。引き続き、大隅さんと後藤さんとともにお送りします。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。